皆さん、こんにちは。みきこです。このポッドキャストでは、日本の文化や日本語学校ではあまり習わないような言葉や表現などをお話ししています。いいねやチャンネル登録で応援してくれると嬉しいです。さて、今日のテーマは、漢字の成り立ちについてです。前々回に日本語学習におすすめの YouTube チャンネルを紹介しました。その中で漢字の話を少ししていて、漢字の成り立ちに興味がある人がいたら別の回でお話ししますと伝えたところコメントをくれた方がいたので、今日は漢字の成り立ちについてお話ししたいと思います。私に聞きたいことや話してほしいテーマなどがあったら、遠慮なくコメントで教えてくださいね。はい。ということで、今日のテーマに行きましょう。まず、漢字の成り立ち4つを話す前に、ちょっとだけ漢字の歴史に触れたいと思います。漢字は約3000年以上前に中国で生まれました。まあ、中国から来たということは、きっと知っていると思います。日本に漢字が伝わったのは、今から約1500年前、5世紀から6世紀頃です。この頃、中国との交流が活発になって、漢字や仏教などの文化が日本にも伝わってきました。日本では最初は漢字をそのまま中国の発音で読んでいましたが、次第に日本語の言葉に合わせて訓読みを加えるようになりました。漢字にはいろんな読み方がありますよね。そうそう、漢字には中国から伝わった読み方、音読みと日本独自の読み方、訓読みがあります。このあたりが学習者をさらに苦しめてるんではないでしょうか。先に音読み、訓読みの話も簡単にしておきますね。音読みは漢字が中国から日本に伝わった時に一緒に伝えられた中国語の発音に基づいています。もちろん時代や地域によって中国の発音は変わりましたが、日本人はそれを自分たちの発音に合わせて取り入れました。例えば、山という漢字は音読みで山と読みます。これは中国語の発音に似せたものです。一方、訓読みは日本人が漢字に自分たちの言葉を当てはめた読み方です。中国から漢字が伝わる前から日本には独自の言葉がありました。そこで漢字を導入する際にすでにあった日本語の言葉を漢字に対応させたのです。例えば山は訓読みで山と読みます。これはもともと日本にあった山という言葉に漢字を当てはめたものです。じゃあ、なぜ音読みと訓読みが混ざっているのでしょうか。音読みと訓読みが混ざっている理由は、漢字が日本語の文脈に合わせて使われているからです。日本語の中では、漢字を使って中国由来の語彙を表すときもあれば、もともとの日本語の単語を表すときもあります。例えば、日常の会話では山と言いますが、学術的な言葉は山を使うことが多いです。山岳とか火山とか、音読みと訓読みが両方存在することで、漢字がより柔軟に使えるようになったんです。はい。じゃあ、音読みと訓読みはどのようにして見分けたら良いのでしょうか。
実は絶対的な見分け方はないんです。いくつか例を挙げますが、絶対的なものではなくて例外があります。まず一番わかりやすいのは単独で使われている場合です。漢字が一文字で単独で使われるときは、訓読みで読むことが多いです。これは漢字がそのまま日本語の単語として使われている場合です。例えば、山とか川とか森です。はい。では次ですが、熟語の場合は音読みが多いです。漢字が2つ以上組み合わさった熟語の場合、多くの場合は音読みで読むことが一般的です。例えば、学校や電車のような単語です。学校の学は音読みで学、校は音読みで校です。電車の電は音読みで電、車は音読みで車です。熟語の時は音読みを使うことが多いですが、例外もありますので注意が必要です。はい、それから次ですが、人の名前や地名の場合は訓読みが多いです。例えば、山田や川崎のように訓読みで読むケースが多いです。だいたいこのように音読みと訓読みを見分けることができます。でも最初に伝えましたが、例外が必ずあります。例えば、花火は、花が訓読みで、火が音読みで組み合わさっています。こうした例外もあるので、最終的には使われている文脈や言葉を覚えることが大切です。はい。では、最後になりましたが、今日のメインのテーマである漢字の成り立ち4つについてお話ししたいと思います。まず、象形文字についてお話しします。象形文字は、物の形をそのまま表した漢字です。例えば、木という漢字を見てください。この漢字は木の形を表しています。他にも山や川など自然界のものを簡単な絵で描いています。象形文字は見るだけで何を意味しているのか想像しやすいですね。他の象形文字のイラストはホームページのスクリプトのところに載せておきますね。はい。次は簡文字です。簡文字は2つ以上の漢字を組み合わせて元の漢字とは別の意味を表した漢字です。例えば、林という漢字を見てみましょう。この漢字は木と木が組み合わさって林という漢字になります。木が3つ組み合わさると森という漢字になりますね。それから火と月が組み合わさって明という漢字になります。このように2つ以上の要素が合わさって意味を表すのが簡文字です。それから指示文字についてです。指示文字は目に見えない概念や抽象的な意味を表す漢字です。下の図のような成り立ちで漢字が出来上がります。上という漢字は線の上に点があることで上を表していて、下という漢字は線の下に点があることで下を表しています。象形文字のように具体的な形ではなく、位置や方向を表すのが指示文字の特徴です。下や中も同じように方向や位置を表す指示文字です。最後に形成文字についてお話しします。
これは一番多く使われているタイプの漢字です。形声文字は意味を表す部分と音を表す部分の組み合わせで作られています。声は意味を表す箇所がひ、発音がせ。半は意味を表す箇所が食、発音が半になります。このように形声文字は意味と音の両方を組み合わせて作られています。はい。今日は漢字の4つの成り立ちについてお話ししました。象形文字は物の形、簡易文字は組み合わせ、指示文字は抽象的な意味、そして形声文字は意味と音の組み合わせからできていることがわかりました。こういうちょっとしたことを知っていると漢字がもっと楽しく覚えやすくなると思います。最後まで聞いてくれてありがとうございました。ほなまたね。